今回は3話構成のシリーズ第2話になります。前回は刻印なしアクセサリーの外観チェックと素材の予想をしました。そして今回、いよいよガチの破壊検査に入ります。刻印のない指輪やアクセサリーは本当に銀なのか、その真偽を試金石とテスターで暴いていきます。まずは石の取り外しから始めてどんどん分解、そして銀かどうかを1点ずつ見極めていきます。破壊検査を通して素材の真実が見えてきます。それでは早速本編スタートです。ジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。今回は前回の続き。刻印のない指輪やアクセサリーが本当に銀なのかどうか、ガチの破壊検査で検証していきます。この動画でわかることは、1、宝石の取り外しとその作業の様子。2、破壊検査による銀の判定作業。3、カフスの解体と分離作業。以上3点を高価な機材は使わずにシンプルに検証していくぜ。タイタックのピンを留めるパーツが磁石で釣れました。こういったパーツはほとんどの場合、金や銀で作られることはないです。磁石を使った磁性検査は誰でもできる簡単な検査のうちの一つです。しかし、磁性がつくだけで必ずしもダメというわけではありません。割り金の素材や先ほどのようにパーツに反応している場合があるからです。この辺が非破壊検査の難しいところなんだよね。指輪もついちゃいました。やはり詳しく調べる必要があるようです。他は大丈夫そうだね。では、まずは石の取り外し作業から。石をなくさないようにトレイの上で作業します。ベンチで切断します。輪っかを広げます。石の覆輪をニッパで少しずつ広げてねじるようにして外します。取れましたね。では試金石に切断面を当てて削っていきます。削り跡はこんな感じです。銀白色の跡が残ります。テスターをつけて反応を見ます。削り跡は消えました。銀の場合、これは普通の反応です。重要なのは本体に直接つけた時の反応です。うっすら緑章が出てますが、割り金の素材が影響している可能性があります。内部は白っぽく変色していて、銀製品によくある反応です。この指輪は銀の可能性がありますが、キーには低いかもしれません。磁性があったことも気になる点です。次は黄色い大きな石のついたペンダント。ペンチで曲げて覆輪を広げます。簡単に外れました。これは一体何でしょうか。アンバー、琥珀の仲間かな。では、金属の素材を見ていきましょう。裏にブローチピンがあります。ペンダントとブローチ兼用のお得な仕様ですね。ブローチのピンは銀ではないことが多いので、あらかじめ外しておきます。試金石とテスターで検査してみよう。白っぽく変色していますね。これは銀の可能性が高いです。ブローチピンも検査しましたが、どうやらこちらも銀のようですね。違うとか言ってて、恥をかきましたが、これは例外です。続いて、でっかい水色の石の指輪。一番細いところを探して、
ペンチで切断して広げます。覆輪の外側をこじって石を取り外します。なんと変わらずに取れました。この石、もし天然だったらラッキーですね。小さな石もすべて取り外します。本体の素材は黒っぽい反応が出ています。黒ずみも銀でよくある反応の一つなので大丈夫そうです。次の指輪も同じように切断して内部の断面を確認。白っぽい変色、これは期待できます。ではどんどん作業を進めていきます。石も取り外すのにこのこじ開け工具ほんと便利です。時計の裏蓋を開けるようなんですが、石外しにも大活躍。覆輪との隙間に差し込んでテコの原理で外します。この指輪も反応は問題なさそうですね。さらに複雑な構造の指輪も行きましょう。石を割らないように慎重に取り外します。はい、こちらも白っぽく変色、いい感じです。では次、カフスの検証に入ります。このカフス、彫金も美しくてそのまま売れそうなんですが、刻印がないんですよね。刻印がないと銀として売るにはリスクが高いんです。なので思い切って破壊検査していきます。先に丸い石を取り外します。サンゴなら割らずに回収したいところです。無事に取れました。次にこの丸い筒状のパーツを取り外します。カフスはこういった部分に違う素材が使われているので、スクラップとして売却する場合は取り除く必要があります。中にバネのような金属が入っていて、このままだと磁石に反応してしまいます。中のバネは銀じゃないので取り出して分離します。先端のパーツを外して中のバネを引き出すための開口を作ります。作業しやすいようにクリップで保持します。この中に隠れているのが板バネです。これを精密ドライバーで引っ掛けて取り出します。このドライバー、もともとは時計仕様の精密工具。先端を自分で研いで成形して使うやつです。今回のような使い方は時計師さんに怒られるかもしれませんね。中をほじってちょっとずつバネを引き出します。よいしょ。うんしょ。どっこいしょ。だいぶ手前に出てきましたね。あとはこれを引っ掛けて手前にもっと出します。これならやっとこで掴めそうです。やっとこで掴んで、はい、取れました。これがバネの部分です。強度を確保するために、ここだけは銀以外の金属が使われてます。これがあるせいで磁石に反応してたんですね。じゃあ、外側のパーツだけテスターで見てみましょう。黒っぽく変色してます。銀の可能性が高まりました。こうして分解して銀の部分だけを残せば、銀スクラップとして売却できるようになります。ただし、手間はめちゃくちゃかかります。しかも、取れる量はほんのわずか。でも、やりがいはありますね。本体も白っぽく変色していますね。ここまでやって、ようやく銀であると確認できました。でも、製品としてはもう使えません。これが破壊検査のジレンマです。
だから、市中の買取店では基本的に非破壊検査なんです。さて、検査も残りわずかとなりました。透明な石に金魚が巻きついたペンダント。これも石を取り外します。透明な石、水晶だといいですね。金魚のパーツにテスターを当ててみると、白っぽい反応。よし、これも大丈夫。続いて、赤い石のついたイヤリングです。4本の爪で石を固定しているので、2本だけ外側に曲げれば外せます。このタイプは、比較的簡単に石が取れます。全部取り外してから、試金石とテスターで検査します。表面にわずかに反応がありますが、内部は変色しています。これも銀である可能性が高いですね。切断面もチェック、問題なさそうです。このように、刻印がなくても素材の特性を見れば、ある程度は銀かどうか判断できます。が、やっぱり検査には手間がかかる。最後に、今回最大の失敗を見て終了となります。トレイをひっくり返して、その中にあったダイヤがどっかに吹っ飛んでいきました。次回は、スクラップをいくらで換金できたのかを発表します。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。